江戸の長屋っていうのはですね、今でいうところの庶民が生活するアパートのようなもので集合住宅です。でそこには家賃を集める大家さんがいました。でそれは現在と同じですね。そして、家主は借家人を募集するんですね。だけどここでなんと家賃が1ヶ月で1000円もかからないぐらい安かったというのが江戸の真実です。じゃあ政府が補助金でも出してるのっていうと、そんなことはなかったんですね。長屋の大家さんの収入は住民の人にトイレをしてもらうことだったんです。トイレをしてもらう、すなわちうんちですね。この江戸の周辺の村っていうのはですね、これらの排泄物を集めるプロのコレクターが船で、江戸の町にやってきて、で月に1回とか月に2回とかをその大きなトイレ専用のですね、大きな樽を船の上にたくさん積み上げて、そして運河を伝わって江戸の町に入ってきたわけです。で、運河っていうのは何かっていうとですね、江戸時代は陸上交通よりも海上交通の方が発達してたわけです。で江戸幕府を開いた徳川家康はそういうことを最初から考えて、運河がたくさんあるような町の作りを作りました。で陸上だと何が不便かっていうと、あんまり道幅を広くするとですね、攻め込まれてしまいます。だから攻め込まれるのに都合のいいような太い道路を直線で走らせるっていうことは江戸城にとっては非常に危ないことだったんで、そういうふうにしないで、頭でよかった徳川家康は、全部環状路線、いわゆるまん丸い道路を作って、まるでぐるぐるもう本当に目が回るようなですね、そういう駒のような道路を作りました。で環状道路っていうのはいまだに私たち使ってますけれども、一周するとまた元のところに戻ってくるような道路であって、決してそれをまっすぐ進んでも江戸城に着かないようになってたんですね。しかもやっぱり木戸っていうのを作って、今でも大木戸っていう名前が残ってますが、その木戸でですね、夜は門を閉めてしまいます。大木戸っていうのはその木戸の中でも大きな門のことを大木戸っていうんですけど、今でもあちこちにその名前が残っていて、そういうふうに夜になると大きな門を街の中でも閉めるぐらい防犯体制がしっかりしてた。これは、江戸幕府に対して、遠くの大名は外様大名って言いまして、昔戦った時に敵だったんですね。ですから江戸幕府と戦って負けた方が遠くにですね、住み替えをさせていたので、そういう人たちが攻め上ってこないようにということで、道路もそんな風になってたから、川の交通っていうのが非常に発達して、川だったらあれですよ、普段は船で物を運ぶから、そんなにですね軍事に使えるような攻め入るための大きな船っていうのは日本の場合それほど作れませんでしたから、ノロノロ来たらですねすぐ分かっちゃうんですね。それで普段は大阪、それから北海道、それから九州、いろんなところから物資が輸送されて江戸に集まってきましたけれども、それのは船で運んできたものの方が8割ぐらい多かったので、そういう意味ではうんちの回収業者さんが千葉、埼玉、神奈川県、つまり、今はメトロポリタンと言われますけれども、その周辺のところから船で回収業者さんがやってきて、うんちを回収して回ったんです。でなんでって言われると、それは農業用なんですね。それらのものを、大きなですねため池というかですね、そういうところに半年ぐらい貯めておくんです。で3ヶ月から半年そこに貯めておくとですね、普通のうんちは発酵して最終的にはすごい透明な水のようになってしまいます。で水のようになっていくということは、それが肥料としては非常に土壌にとってすぐ吸収できるアミノ酸分解した、即効性のある良いものだっていうふうなことで、昔の農家の人は今この発酵状態はどの程度、これだったら撒いてもいいし、これはまだ撒いちゃいけないとかね、そんなことがよく分かるような人たちでした。で、こういうことでですね、全てのトイレの汚物はそこら辺の道端に捨てるんじゃなく、専用業者さんが回収するために、これリサイクルですよね。そしてその結果江戸の町は非常に正常で汚い匂いもしない。
汚物の匂いがするのはヨーロッパであって、実はアメリカでは日本ではなかったんですね。そういうことが日本文化の特異性で、ヨーロッパ、アメリカから江戸時代にもたくさんの、欧米人が来ましたが、まず一番最初に驚いたのは、なんて清潔で、なんて汚染がされてなくて、人々がお風呂に入って清潔で匂いもせず、そして赤もたまらず、それで髪の毛も老けなんかないし、病気が少なくて、なんて健康的ではつらつとしているのか、子どもたちが輝く眼差しで笑顔たっぷりで、楽しそうに暮らしているのかということに、どんな人たちも、例えば宣教師であろうと、難破船で来た人もいますし、それから長崎の出島っていうところに、オランダとですね、中国、それから韓国、そういうところから来た人たちは貿易を許されていたので、それらの人たちも同じようなことを言っています。でこの理由っていうのが、実はその汚物がちゃんとリサイクルされて農業用資材であったということですね。で農家はですね、これらの飼料をリサイクルされたものでもって何を作ったかっていうとですね、初物と言われるすごい高付加価値商品の、いろんな食べ物を作っていたわけです。で江戸っ子は何よりも人より早く美味しいものを食べるのに大金を使うことが大好きだったんですね。で秋ナスは嫁に食わすなっていう言葉がありますが、これは美味しい美味しいナスにはいっぱいお金をかけてですね、それでそういうものを食べたら死んでもいいぐらい嬉しいっていうので、お嫁さんなんかにはおばあさんですね、お姑さんは食べさせちゃダメよあんな人にっていう気持ちがあったんで、そういう言葉が残ってるとか、初物のスイカ、キュウリ、それからウリですね、今でいうメロンですけども、こういうものもすごく高いものを食べました。で特に初ガツオとかですね、戻りガツオっていうカツオなんかはもう10両とか20両とか、それこそ1本20万円で魚買ってもいいよっていうぐらいの、それは商家の人たちかもしれないけど、場合によっては普通の庶民がカツオ食べるためだったら死んでもいいぐらいのお金をはたいてですね、夫婦喧嘩が起こるとかね、そういうこともあったみたいです。でそれらの収入が、初物を作ることで農家の人たちはそれを売りに来ると、年収が農家の人たちでも1000万近くあったということまで伝えられています。幸せですよね。だから逆に言うと、うんちの回収にものすごいお金を払えたんですね。で、それらの結果家賃を回収するとこの大家さんは、ほとんどトイレ回収業をやってるようなもんですから、別にね、家賃は1000円でもいいと、だから住んでちょうだいっていうことで、よくそこに住んでる人たちが家賃を貯める話が、昔の物語の落語なんかの中には、あんた何ヶ月貯めたら気が済むのって言うんだけど、出ていけとは言わないんですよね。そういう話がたくさん出てきます。だから大家さんっていうのは昔はなんか長屋のですね、人たちの生活を見る親みたいな感じだったんですよね。でお正月が来る直前には最後の、その信用回収業者さんがお金を払っていってくれると、それでお正月のですね お年玉までそこに住んでる人たちにあげたという話まで残っている。なんて素敵な街なんだろうというふうに思いますね。そういうふうな意味で昔は、この死尿をですね、アミノ酸分解したものを田畑にまくということは、とっても素晴らしい有機農法がやってたということで、そういうところには昔はですね、ホタルがたくさん飛んでたわけです。だから田んぼでも5月6月ぐらいになるとですね、夕暮れ時に田んぼのそばを通るとホタルがですね、何十何百飛んでいるのを私も、夕暮れ時の田んぼのそばを通って通学するというふうな経験があったので、5、6月になったら、ホタルの季節っていうふうのを覚えてます。でも今では、残念ながら、どこの田んぼでもホタルはいないんですね。サイレントスプリングっていうレイチェル・カースの本じゃないですけど、日本でも田んぼや畑に、殺虫剤とか農薬とかいろんなものを化学肥料をまくようになって、戦後の農業指導から今日までその姿勢は変わることがないので、江戸時代に比べると、本当に残念なことですけれども、エコロジーから離れた日本になってしまってます。